どうもこんにちは、大ちゃんです。本日はボードゲームフラフーの紹介になります。今からフラフーの面白いポイントを3つ説明します。このポイントを知っていただければ、必ずこのゲームが遊びたくなります。ぜひ最後までご覧ください。まず簡単にゲームのルールを説明します。1分時間をください。このゲームは誰よりも早く自分のカードを出し切るゲームです。自分の番が来たら自分の場にあるカードか手札からカードを1枚出します。これを繰り返して手元のカードを減らしていきます。基本のルールはたったこれだけです。それではポイントの1つ目、カードの出し方です。皆さんが知っているトランプの大富豪と比較しながら説明します。大富豪だとカードの強さを競います。このゲームは指定された数字を持っているかを競います。まずカードを出すときに上か下かを宣言します。上と言われたら次の人は今出ている数字より大きいカードを、下なら小さいカードを出します。数字は全部で1から13まであります。例えば12のカードを出して上ということもできます。そうすると次のプレイヤーはカードを出しにくくなります。でも大富豪みたいにパスすればいいじゃんと思う方もいらっしゃると思うんですけど、このゲームでパスは即刻脱落してしまいます。絶対に手番ではカードを1枚出さないといけません。カードの選択次第で隣のプレイヤーを脱落させることができる。スリルがあってめっちゃドキドキするゲームです。もし自分以外が全て脱落したら、そのラウンドはあなたの勝ちです。カードを出し切る必要はありません。なので、しっかりと考えてカードを出さなくてはいけません。でも、それだと1と13が一番強いっていうことになりますよね。だって、それよりも小さい数字も大きい数字もありませんよね。ここでポイントの2つ目です。実は、カードを出すとき、場と同じ数字も出すことができます。先ほどの1や13で1の下とか13の上と言われたらこれで対抗します。同じ数字を出すダブルルールが発動します。このダブルは大富豪でいうところの縛りのルールにあたります。次のプレイヤーは場と同じ数字以外を出せなくなります。これをされると対応できると思っていた数字でも途端に出しにくい数字になります。もちろん解除方法もあります。ダブルの数字の一つ上か一つ下の数字を出すことで解除できます。通常通り上か下かを言えるようになります。どうです？上か下かダブルか。結構面白そうでしょ？でも皆さん、大富豪でも大活躍したあいつの存在を忘れていませんか？そうです。ジョーカーです。これがポイントの3つ目です。このゲームでも最強カード、ジョーカーが存在します。それがこの7のカードです。タコみたいなやつがフラフープしている全然ジョーカーっぽくないカードです。むしろ弱そう。でも皆さん見た目に騙されちゃいけません。こいつはすごいんです。まずこいつは場がどんな時にでも出せる最強カードです。出したら上か下かを言います。もちろんダブル状態でも出せてダブルを解除します。ただし一つだけ弱点があります。それはこのカードを出して上がることはできません。大富豪のジョーカー上がり禁止と同じです。なので上がるためには必ず手札と自分の場から7を出しておかないといけません。遊んでみると分かりますが、ジョーカーはなるべく温存しておきたいカードです。ゲーム終盤でのジョーカーの使い方が勝利へのポイントです。最後に、このゲームは誰が遊んでも楽しめます。特に学生さんとか休み時間に友達と遊ぶと盛り上がるんじゃないかなと思います。大富豪と違ってこのゲームは得点制です。勝った人が場に出されたカードを1枚1点で得点をもらいます。合計77点以上を集めると勝ちです。そのため出だしがダメでも逆転のチャンスがあります。負けてももう一回と遊びたくなる中毒性抜群のボードゲームです。いかがでしたでしょうか？このチャンネルではみんなが知らないボードゲームの魅力を発信しています。動画が参考になったらいいね、チャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。